こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。今回は、ホンダの国内公式発表新年一発目となる新型バイク、NC750X の話をお届けするぜ。どんな使い方にもフィットする、第3世代型ホンダ式版の大型二輪ですね。新型情報は去年末に欧州発表されて、国内向け情報は1月22日に発表されましたね。新旧モデルの比較と、NC シリーズの特徴をお伝えしようと思う。お値段、使い勝手、燃費の3拍子揃った、ユーザーに優しいバイクですね。7班株と言われる理由が、わかるかもしれませんね。では、ゆっくりしていってね。では、今回のお題はこちら。じゃ、始めるぜ。今回のモデルチェンジでは、どの部分が変わったの？約10年間使われてきた共通プラットフォームを、令和版へ進化させたのが大きな変化点だ。次の10年を戦える性能を持たせた、ってことですね。10年あれば、バイクの電動化も進んでいるかもな。メットインが電池入れになってるかも。話がそれた。じゃまずはデザインから行くぜ。フロントライトのデザインが変更されてる。旧型はグロム風だったけど、戦隊風に変わったな。そのセンス、理解できません。もっと褒めて。LED ライトは変わりないけど、デイタイムランニングライト化はされてないようだ。ハイビームは独立して、下部に移動したな。横から見ると気づきにくいけど、フロント周りの造形は、ミルフィーユみたいにカウルが重なった形状になってる。正面から見ると、旧型より一回り大きく見えますね。それに、旧型に比べ、外装の高級感も出たって話がありましたね。外装のアクセントになっている銀色の部分は、マットシルバー塗装だ。初期型の NC700X の実車を見たことがあるんだけど、黒い着色樹脂部分の質感は、若干チープな印象だった。新型ではこの部分は質感アップしてるらしい。本体カラーは、赤、白、黒で、イメージ CG の青は国内販売なしですね。青色ってあまり見ませんが、不人気なんでしょうかね。エンジンは平成32年排ガス規制に対応したのに、パワーアップしてる。最高出力は54馬力 6250rpm から、58馬力 6750rpm に変化した。規制に対応させて性能向上は、もう、ですね。現状のあるものを改良して性能向上させるって、めっちゃ大変なんだけどな。新型だから少しでも性能アップ、って感じなのかな。さすがはホンダ技研工用です。でもその割には、見た目は控えめなエンジンですね。そうだな。CB とかは、ワンポイント塗装で俺がエンジンだって主張させてるけど、NC はシリンダーブロックを前傾させてるから、いつものエンジンらしく見えないし、目立たないな。重心が低そうだな、って感じはしますけどね。エンジン制御にスロットルバイワイヤーが新搭載されたので、ワイヤーの取り回しもあまり気にしなくていい。だからどんどん低くすることができるな。そんなに低くしてどうするの？重心と車高は低いほどかっこいいからな。昭和の思い込みですね。スロットルの電子化や LAF センサー採用で、より一層緻密な燃料噴射量制御が可能になり、DCT の相性もさらに良くなったって話だ。それじゃ、大型バイクへの DCT の搭載率は、どんどん増えていきそうですね。左側にレバーがないのにちょっと慣れませんが、便利さには変えれません。DCT のギアレシオは、もちろん NC750X 用に調整している。1速4速のギアレシオはローレシオ化されていて、発進時のキビキビ感が楽しめるぜ。6速は旧型と同じ変速比で、高速専用ギアだな。ところで、マリサが知ってる DCT は、NC700X と初代アフリカツインですよね。うん。あの頃はギアチェンジの度にガチャンガチャンって音を立てながらチェンジしてたな。最新の DCT はどんな乗り味だろうな。いろんなジャンルに搭載されて、きっと進化熟成されてるんでしょうね。もちろん、ライディングモードも搭載してるんですよね。この装備も大型車では当たり前になってきているな。電子的にスロットル状態をモニターできるようになれば、色々な制御できますからね。NC750X では、どんなエンジン制御をしてくれるのでしょうか。エンジン出力、エンジンブレーキ、スリップ防止、DCT の変速スケジュールを、ライディングモードに合わせて制御してくれるぜ。あくまでライダーの操作を補助してくれる機能なので、ダメです、完全に制御不能です、とならないようにしてくださいね。今回の目玉、共通プラットフォームの進化の要、シャシーについてだ。シャシーの見た目はあまり変わりませんが、新設計なんですよね。ホンダお得意の、板圧最適化ですね。で、どんな手法なんですか？俺に聞くな。と、言いつつ調べたところ、強度の不足箇所と強度の余裕箇所を見つけて解析して、過不足ないように強度設定したら、また計算して、
これ繰り返して、素材の使用量を減らしつつ、強度を保つ手法らしい。計算が超めんどくさそうですね。その結果、2020年モデルから約 1.6 キロ軽量化しているぜ。で、さらに良くなったシャシーだけど、今までも少しずつ変化はしていたんだな。そうなんですか。初代 NC シリーズ、700S、700X、インテグラは、エンジンや車体構造は全く同じだ。でも、共通プラットフォームを活用して設計された NM4 や CTX は、シャシーとエンジンは共通だけど、フロントフォークは角度を変えてるんだって。ふむふむ。その後は、エンジンが 750cc となったり、スイングアームの材質変えたりと、色々変化してる。XADB では、共通だったフレームは新設計されてる。共通プラットフォームといっても、やっぱりバイクに合わせて少しずつ変わってるんですね。そうだな。でもゼロスタートの開発に比べたら、開発費は雲泥の差だろうな。先代と変わってないところといえば、シート高は 800mm で変わりない。リアサスのプリロード調整も、先代からしっかり引き継がれてるぜ。先代と比較すると、色々と増えてるぜ。まずは先に話したライディングモードだ。4種類からお好みのモード選択ができる。メーターも新しくなった。機能表示も色々追加されてるぜ。メーターに表示する情報は、左手ハンドルスイッチで切り替えできるぜ。何が表示できるの？バッテリ電圧表示、平均車速、トリップタイム、減産トリップメーター、トリップオートリセットの5つだ。電圧計は便利そうですね。メーターはカラー液晶じゃなくて、白黒のセグメント LED だ。表示は白黒ですが、メーター右上部分がバイクの状態に合わせカラー発光するんですよね。そうなんだが、発光色の数が多くて、俺には覚えられん。どんな風に色が変わっていくんですか？では、マニュアルドン。緑がエコ、青が普通、赤は全開。って単純な色じゃないんですね。そうだな。エコインジケーターはブルーとグリーンで、レッドはない。ギアインジケーターは6色分で6色。あとはシフトアップインジケーターとか、ライディングモードインジケーターとか。それに、時計が0分になった時や、ハンドルスイッチを操作した時、燃料計がエンプティ状態になる時や。あ、もう結構です。その他機能としては、エマージェンシーストップシグナル、ETC2.0、グリップヒーターが標準装備だ。それじゃ、肝心の価格です。これだけついてお値段はおいくらで？ TCT は99万円、MT は税込み92万4000円だ。おう、レベルが達成できなかった夢の100万円切りしてますね。ま、販売台数が違うからな。販売台数といえば、NC750X は1100台でしたよ。レベル1100は約3倍の3000台でした。何この差は？それは開発費の差だと思うぜ。NC750X は、国内で1100台売れば利益が出るって計算だな。で、レベルはその約3倍売らないとダメなわけだ。そういうわけなんですね。そういうわけだ。カラー液晶メーターではないのが残念だ。ま、NC750X はコストカッターですからね。カラーが欲しいなら、スマホをマウントしておいてください。クルーズコントロールがないのも残念だ。スロットが電子化されてるなら、クルーズコントロール制御はソフトウェアの設定だけじゃないのかな？システムが違うのか、機能をキャンセルしているだけなのか、謎だな。マイチェン用のネタなのでしょうか？あと、USB コネクタがなぜかオプション扱いだ。ちゃんと突っ込みどころを残してくれてるな。さて、おなじみの比較表だぜ。NC750X は DCT 搭載車種で比較してるぜ。今回の特別枠は、スズキの V ストローム 650XT ABS です。イギリスサイトから2021年スペックをゲットしてきました。V ストは 1kg 重くなって燃費も落ちてますが、馬力は上がってます。ユーロ5排ガス規制に対応させるため、だな。では、スペックを見ていきますか。新型 NC は重量も軽くなって、燃費も良くなって、馬力とトルクもアップしてますね。お値段も約4万円アップだな。2016年に 750cc 化された時は85万9680円。2018年に MMC した時は95万400円。今回の FMC で99万円だ。特徴だった本体価格も、徐々にアップしてますね。価格は軽量化してもらえないか。同世代のライバル車と性能を比較すると、NC は装備が充実しているしな。適正価格だと思うぜ。じゃ、車種比較は以上だぜ。NC を話題にするとき、共通プラットフォームって言葉をよく聞くけど、一体何なの？誰が得するの？ホンダとユーザーの両者が、ウィンウィンの関係になるぜ。簡単に言えば、無難なエンジンスペックで、快適、経済的、低価格なバイクを届けするってことだな。これがホンダのニューミッドコンセプト NC シリーズの正体だ。
初代の NC シリーズは、フレーム、スイングアーム、ブレーキローター、フロントフォーク、収納スペースを共通部品として、ネイキッドの NC700S、クロスオーバーの NC700X、スクーターのインテグラの3車種を作り上げた。共通プラットフォームは、大量生産でコスト削減ができるから、確保した予算を、コンセプトやデザイン検討に回せるってわけですね。そして次に誕生したのは、NM4、CTX700、そして XADB だ。XADB では、ユーザーはデザインに特化したバイクを求めてるという認識を得るきっかけになったそうだ。なので、これからはスタイル重視のバイクが発売されることを期待している。遊ぶための下地を作って、そこでホンダらしいバイクを発売する。すごいよ、マサルさん。今後発売される、ファンなバイクが楽しみだ。ラゲッジボックス装備は NC750X の特徴ですが、他にこうしたバイクはないんですか？現行にはない。販売し続けてるのは NC だけだ。そうなんですか、じゃこいつ一択ですね。あ、スクーターは別枠だからな。昔の話で良ければ、ホンダなら、NS1 だな。当時は、車格以上のサイズに見せるフェアリングが流行ってたし。50cc なので小排気量でエンジンも小さい。なのでメットインスペースが作れたってわけだ。ふむふむ。スズキならアクロスだな。250cc フルカウルでメットインありだ。ウィキによると、燃料タンク系メットインを採用したのはアクロスが世界初、とある。我が思う、ここにメットインが欲しい、ゆえにスズキあり。会社だと、アプリリアのマナ850だ。こいつは 850cc で CVT 式のオートマだ。NC とよく似た仕様ですね。そうだな。販売終了してなければ、良いライバルになったかもな。NC がこれらと大きく違うのは、とにかく実用に徹したことだ。NC は安いだけ、特徴がない、一生の相棒にはならないってよくディスられてるけど、そんなバイクが、発売初年度にシリーズ販売合計で、約5100台も売れるはずがない。ま、時代背景や経済状態も違いますけどね。このジャンルを求めてない人には、何を訴えても無駄だからな。しかし欲しい人には、価格、使い勝手、燃費の3連コンボは会心の一撃だ。そう考えると、ホンダ社には、NC のようなコンセプトのバイクがあると思わないか？株？そうだ、NC750X は、大きな株だ。株は価格、使い勝手、燃費の要望をすべて満たしてくれる。自動エンジンクラッチは DCT に、岡持ちはメットインインに変化しましたけどね。昭和という時代に合わせて、実用主義に徹したバイクが株なら、令和の時代に合わせた NC シリーズは、まさに大きな株だ。いろいろなバイクを調べて、動画にしていると、ふと思うんだが。何を、思うの？自分の時間が自由になって、毎日気ままに過ごせるようになった時。隣にあるのは、NC750X かもしれないな、と。その妄想は、また何年後かに。それまで、このチャンネルが続くといいな。ではぜひチャンネル登録して、青月電子台の、聞くバイクカタログ動画をお楽しみください。はい、喜んで。さて、前回アップしたスズキのハヤブサ PV 考察動画だが、噂通り、新型ハヤブサの発表でした。新しいイメージカラーは、なかなかかっこいいですね。ちょっとずんぐりむっくりなスタイルといい、でかくなったハヤブサの文字といい、スズキらしさ爆発だな。新型ジェンマじゃなくて、残念でしたね。残念だ。でも、こうして比べてみると、共通点があると思わないか？どこがですか？差し色部分が、ジェンマカラー。なんとしても、絡めたいんですね。最後に隣にいるのは、こいつかもしれない。結局、その時の気分次第ってことですね。では、今回はこの辺で。それでは、See you!